ボンジュー。今日はオテル・ルムーリスレストラン・アラン・デュカスに来ています。コロナ禍で通常営業できなかった時期に新しいシェフが就任されていたのですが、このタイミングでようやくプレス発表となりました。レストランにはもちろんデュカス氏の姿もあります。まずはホテルの支配人フランカ・ホルトマンさんのスピーチ。パリを代表するパラス級ホテルの支配人という重責をもう10年以上務めていらっしゃるスーパーウーマン。いつお会いしても聡明でお美しい方です。テーブルにはきれいにプレスされた麻のナプキンとレストランの新しいロゴマークが表紙になったメニュー。まさに正統派という細工の銀のカトラリーもとても素敵です。これはとっても美味しいバターなんですが、季節柄私は日本の栗きんとんを思い浮かべてしまいました。見るからに香ばしくパリッとした歯ごたえが想像できるパンです。こちらは新しくホールのディレクターになられたオリビエ・ビカコさん。若干30代の若さでの大抜擢です。さて、1品目のお料理が運ばれてきました。蒸し器から湯気が出ているような演出ですが、中身は何でしょう。On débute donc avec huître princesse de Quermancy qui a été pochée légèrement fumée, condiment citron, huître et un granité de gin tonic. 煙の下にあったのは牡蠣。軽くポシェした牡蠣の実はジントニックのグラニテ、つまりシャーベットに覆われています。2品目もあっと驚くような演出です。こちらのクッションのような器、実は氷でできているんです。Alors donc la dorade de Noirmoutier, donc à peine cuite, donc vraiment gardée à creux à cœur, avec cette déclinaison de betterave donc cuite et crue, le jus d'un ceviche moderne parfumé au cynorhodon, granité de yaourt fumé et estrade. 大西洋岸のノワールムチエに上がった鯛をほとんど生に近い状態で、付け合わせの赤いビーツは生だったり少し火を入れてあったり、さらにはソースにして使っています。上に乗った雪のようなものは実は自家製ヨーグルトから作ったものだそうで、新しいアイデアがたくさん詰まったお料理です。ワインのセレクションはシェフソムリエのガブリエル・ベセールさんによるもの。次のお料理用に注いでくれたのはシャトー・ヌフ・ドゥ・パップの白、シャトー・ドゥ・ボーカステルというワイナリーのものです。メニューにはオマール・ブルー・クルスティオン、サクサクオマールエビとありましたが、なるほど、まるで鱗のような衣が添えてありました。Alors on poursuit avec le homard croustillant, écaille de tapioca qui a été collé avec le corail du homard. Ce qui vous montonnez, c'est un petit peu la cardamome. Donc garniture autour du navet, cuit cru, légèrement fermenté, un condiment de coin et cette sauce homardine classique qui était parfumée avec un peu de poivre de Timut et cardamome. Qui apporte beaucoup de fraîcheur. カブは生と少し発酵させて風味を引き出したものもあります。まったりと少し甘みを感じるソースにも付け合わせにもカルダモンが隠し味になっているので、確かに爽やかさも感じます。さて、次のお料理のためのワインはブルゴーニュのモレサンドにアミオ・セルベルの2015年のものです。鮮やかな赤いお皿が運ばれてきました。そしてテーブルで一斉にソースが注がれました。Le veau de chez Gabriel Gauthier, une viande qui a été un petit peu maturée. On a mariné donc gingembre, soja, cuit au barbecue japonais et accompagné d'un chou braisé
et d'une garniture très végétale autour du chou braisé, piment d'Anglette, citron caviar. On a également un peu de houblon pour apporter beaucoup d'ouverture à cette sauce. ガブリエル・ゴーチエという生産者による子牛。熟成させたお肉を生姜、醤油、日本風のバーベキューソースでマリネしてあるという説明です。付け合わせには蒸し煮にしたちりめんキャベツ、ソースにはシトロンキャビア、つぶつぶの果肉、それにホップも使われているということで、酸味、苦味も添えられています。滋味というのでしょうか、それぞれの味わいに深みがあって、根っこのついた野菜の隅々に至るまで素材の繊細な味と香りを存分に引き出していると感じます。若いスタッフが颯爽とサービスしている空気感もとても好感が持てます。ここでナプキンがデザート用の可愛らしい刺繍の入ったものに取り替えられました。デザートはスターパティシエセドリック・グロレさんによるもの。レモンの花というタイトルの通り、お皿に花が咲いたような美しいデザートです。フランスのデザートというとしっかり甘いものが定番ですが、これは目の覚めるような酸味をいただく感じでした。そしてこれで終わらないのがガストロノミーレストラン。アラン・デュカスのショコラがテーブルに運ばれてきました。すっかり満腹なんですが、このコクのあるエスプレッソと一緒に思わずショコラに手が伸びてしまいました。そしてソムリエさんがオードビーにつけたミラベルをサービスしてくれました。種があるから気をつけてねとソムリエさん。そしてフィナーレに厨房スタッフのお披露目です。C'est ainsi pour la haute gastronomie. La haute gastronomie, c'est pas un hasard. C'est nécessairement des gestes sûrs, des grands produits, une cuisine résolument moderne, incarnée par Amaury. ご覧の通り、素晴らしいものを作るにはこれだけの手が関わっているのですとアラン・デュカスさん。手のインテリジェンス、コンテンポラリーであることともおっしゃっていましたが、確かにその通りと思わせるお食事とサービスでした。デュカスさんが大抜擢したシェフのアモリーさん、この日の数日前に33歳になったばかりだそうですが、これからの期待の星ですね。時代の先を見据えた巨匠がいて、新しい世代の才能が花開く舞台がある。パリの料理界の層の厚さ、どんどん進化していくガストロノミーの世界を堪能しました。